ボンジュール。今日は私が散歩の途中で見つけたとっても素敵な雑貨のお店をまずご紹介します。そして動画の後半ではパリのガストロノミーレストランとして今最も注目を集めている新しいお店を体験する機会に恵まれましたので、皆さんとご一緒したいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。まずはリュクサンブール公園の朝からスタート。今年のパリの春は例年よりずいぶん気温の低い日が続いているんですけれども、植物はどんどん春の彩りになってきました。今日の朝食は久しぶりにサンジェルマン・デ・プレのカフェで撮ろうと思います。今日はクロワッサンではなくてタルティーヌをお願いしました。このカフェではコーヒーとミルクとか別々に出てきて、自分で好きな分量を入れてカフェクレームを楽しむことができます。バゲットよりもさらに細いフィセルというパン、これが軽くトーストしてあって美味しいバターをつけていただきたいと思います。カフェ・ドゥ・フロールのお店ではこのサンペの絵がもうずっと前からおなじみです。この方が描くパリっていうのは本当にまさに私たちが大好きなパリの光景だなぁといつも思います。まず1軒目の目的のお店に向かいましょう。ラスパイ大通りを渡ってブルネル通りに入っていきます。ちょっと素通りできないウィンドウがありました。こちら老舗のチーズ専門店バルテルミ、どれもこれも美味しそうなんですよね。パリの街を歩いていると本当にいろいろな発見があります。私は長いこともう暮らしていますけれど、それでも毎回新鮮に思えるほどです。よそ様のお宅の扉までもなんだか芸術品のようだなと思って惚れ惚れと眺めてしまったりします。そうそう、ここはグルテンフリーの専門店なんですよね。ですけど今日は先に進みましょう。目指すお店はこちらです。看板が出ていないのでともすると分からずに通り過ぎてしまいそうなんですけれども、ある日私はこのあまりにも素敵なウィンドウディスプレイに思わず足が止まってしまったんです。そしてこの店を発見することになりました。お店の中に入りましょう。扉の内側にはまるで夢の世界が広がってる。私は
最初にこの店を訪れた時、本当にそう思いました。目に入ってくるもの一つ一つに心の中で歓声を上げていました。お店の名前はラブティック・ファンタスクと言います。パリには素敵なお店が本当にたくさんありますけれども、センスの良さが群を抜いていると思いました。マダムのサロンといった雰囲気の空間にものすごく手の込んだ芸術品クラスのオブジェがあったり、本当に手軽なプレゼントにできそうなお手頃なものもあるという感じで、いろいろなものが展示してあります。クリエイターの作品があったり、時にはアンティークのものも置いてあったりします。手仕事そのものの魅力がある、何とも言えない雰囲気。それらのセレクションが本当に素晴らしいなと思います。聞けば、こちらのオーナーマダムエリザベット・ドゥ・バルディアさんはもともと国立美術館の展覧会のコーディネーションなどを手掛けていて、その後セレンディピティという一世を風靡したセレクトショップを成功させた方だそうです。そして今、この玉手箱みたいな素敵なブティックを手掛けていらっしゃるのだそうです。こう聞くと、なるほど、抜群のこの趣味の良さに納得がいきます。このガラスケースの中のオブジェ、なんだかとっても素敵だと思いませんか？東ヨーロッパの地方の髪飾りというかティアラみたいなものなんだそうです。もちろん手仕事で一つ一つ丁寧に作られているのがわかりますよね。ここにはもう少し気軽に身につけられそうなものもありました。こちらのネックレスも素敵。同じクリエイターの作品でイヤリングとかブレスレットもケースの中にありました。こちらのブレスレット、眺めているだけでもなんだか惚れ惚れしてしまいません？そうそう、こちら私はこれを初めて見たとき、思わずもう声が裏返ってしまいました。アンティークの布で作られた小さな靴。美しい布が大好きな私としては、もうこういうものにたまらなく惹かれます。かかとの部分まできれいに細工がしてあるんですよね。ここにももう一足。使うものではないけれど、ただそこに置いて見て楽しむだけでも
心に喜びをくれるような、そんなクリエーションだと思います。今日ドアを開けるなり、一番最初に私の目に飛び込んできたのがこのブラウス。こちらはアンティークではなくて現代の布ですけれど、この繊細さわかります？すごく綺麗に細工がしてありますよね。こちらのウィンドウに飾られている子たちが何とも言えず可愛らしい。クッションも可愛らしいと思ったら、なんとこんな細工がしてあったんですね。花の中にウサギがいました。こちらの壁にかかっていた絵もなんだかとってもシックな感じ。これなんだかわかります？昔のタピスリーの下絵をこのように額装して一つのアート作品として生かしてるんです。100年、200年という歳月を経てきた下絵がこんな形で生かされているのは本当に素敵だなと思います。レジカウンターの内側の壁の言葉もちゃんと見てってとお店のマダムがおっしゃいました。どこだろうと思って探したらこれですね。あなたのご希望のものを何でも買っていいとあなたのご主人が電話をかけてきましたよですって。私をはじめとして少なからぬ女性がこの店で感じるに違いない希望を言い当ててくれている言葉ですね。ところ変わってこちらはセーヌ川。ポンヌフの向こう側にそびえている建物は2021年に新しくホテルとして開業したシュバルブロンです。こちらはルイ・ヴィトングループが手掛けるホテルですので、皆さんそのクオリティの高さはご想像できるかと思います。そしてこの中に新しく3月5日に和食のお店がオープンしました。館内にはすでに三つ星のレストランラプレニチュードをはじめトゥパリ、ランゴステリアというお店があるんですが、こちら4軒目の名前は白馬と言います。特別なガストロノミー体験をシャンパーニュで楽しみましょう。最初に出てきたこのお箸の先には海苔のコンフィチュールとアリソンマリティムという花が添えられていて、これを舐めると一気に大海原が目の前に広がるような、そんな気分になります。こちらが日本人シェフ渡辺拓也さんです。2012年にパリでジンというお寿司のお店を開き、見事一つ星を獲得。そしてこの度フレンチの三つ星シェフアルノ・ドンケルさんと2人でタッグを組んで、この白馬という新しいガストロノミーの世界をクリエーションしています。こちらのレストランのメニューはおまかせコース。シェフの作り出す一つのストーリー、ガストロノミーの旅に身を任せるという感じです。先ほどの
サバのお料理に続いて、こちらはマグロの赤身のお刺身。やはりアリソンマリティムという潮風の香りのする花と一緒にお刺身をいただきます。そしてこちら、器も綺麗でしょう。地中海の深海のエビ、ガンボンとキャビアを合わせた一品。de ce riz de la veille qui va être réutilisé pour le lendemain matin, qu'on a retranscrit ici pour les deux côtés, qui sublime toute la douceur que le chef de la veille adore et qu'on vous invitera à découvrir. 続いてはアワビ。温かい出汁も添えてあって、魚介のうまみを存分に楽しむことができます。そうしている間にカウンターではお寿司のネタの準備が粛々と進められています。シェフの細かい仕事まで間近に見られる、まさに高級和食ならではの醍醐味です。マグロの赤身はマリネして余分な水分を丁寧に取り去っています。こちらは麹でマリネしたフルシェを炭火で焼いているそうです。器がまた見事。一つ一つの料理の景色が美しいです。なんとここでアルノ・ドンケルシェフが登場しました。フレンチの三つ星シェフが自ら目の前でこんな風に準備をしてくれます。急須と茶筅を使って一体何が作られているんでしょうか。この美しい器の中にはお魚から取った本当に深みのある出汁と青じその香りがいっぱいに広がっていました。美しく畳まれた茶巾が登場して、いよいよお寿司へと参ります。おろしたてのわさび。渡辺拓也シェフをサポートするこちらの男性は、このお店の開店のために日本からやってきたそうです。古代こちらはスミイカ、ブルターニュ産だそうです。そして七輪が登場しました。網の上には昆布が敷いてあって、ふっくら大きな牡蠣が乗っています。炙った昆布の香りが牡蠣に添えられるという趣向。これをお寿司にします。このお寿司は手渡し。食感、香り、もうほんと申し分ないです。こちらはなんと贅沢にオマールエビのお寿司。シャリの一粒一粒までキラッキラです。ここで卵焼きが出ます。しかもこれは何でしょうね。卵焼きの上になんだかこのシートのようなものを乗せていますが、イカとアンチョビ、海藻が凍った状態なんですけれど、それが卵焼きの熱でゆっくりと溶けるという趣向なんです。海水
塩水で作ったシャルキュトリとおっしゃっていました。うまいこと言いますね。これを凍らしてから薄くスライスしているからこの状態だったんですね。なんだかこれすごい卵焼きじゃないですか。私はもちろんこういうの初めていただきましたけれども、味はもちろんこのアイディアに本当に感動してしまいました。続いてイワシ、宝石のように美しい。本当はすぐいただかなくてはならないのに、あまりに美しくて見惚れました。そしてこちらが先ほどの丁寧に支度をしていた赤身。中トロもご覧の通り絶品です。そしてリズミカルに軍艦が支度されていますが、なんとここにたっぷりのキャビアを乗せているんです。そこにヘーゼルナッツをあしらって、それをアクセントにしていただくという仕向です。さらに太巻きの準備中。お米は秋田小町、秋田原産のお米ですが、スペインカタロニア地方で栽培されたものをこちらでは使っているそうです。それに赤酢を合わせているので、お米にうっすら色がついています。魚は大西洋と地中海のもの。フランス、スペイン、ポルトガルの港に上がったもので、まるで日本で味わうような一流のお寿司がいただけます。まあこの太巻きの美味しそうなこと。ここでお椀が出てきましたけど、中身は何でしょうね。まあこれも細工が細かいですね。この内側にはエビのお出汁でいただくお蕎麦がありました。お気づきの通り、こちらのお寿司は全部お味がついた状態で出てきていました。ここでカウンターの景色がガラリと変わります。選手交代、デザートのシェフたちの登場です。こちらのレストランのデザートはシュヴァルブロンホテル全体のデザートを担当しているマキシム・フレデリックさんによる創作の世界です。これは日本料理のデザートというよりも完全に新しい道を開くものだと思います。面白いのは素材としてお米、米粉をさまざまな形で生かしていることです。この紫色の花びらのようなもの、これなんと黒米をベースにしたものなんだそうです。Et également clin d'œil au riz au lait préféré de Maxime Frédéric, c'est le riz minoré, celui qu'on aime bien conserver pour les sushis traditionnellement. Et puis le plus foncé, presque violet, croustillant, c'est le riz kurumai en pétales, émulsionné ou juste réduit. 内側にはビオレが忍ばせてあったりします。こちらがマキシム・フレデリックさん、スターシェフの一人ですね。デザートはまだ続きます。お餅のアイス、なんとお餅のアイスクリーム。これはルバーブですって。
すごく繊細な仕事。まず一つ目のお餅のアイスは黒ごま、次はキウイジャンジャンブル、そしてルバーブ。こちらのプレゼンテーションの器もオリジナリティあふれてますね。最後の焦がしが琥珀糖になります。こちら梅酢と梅のジャムを合わせています。ここにつけてるのがジャスミンティーをジャスミンを水出しで8時間つけてるものと合わせて一緒にお召し上がりください。いかがでしたでしょうか。これから予約困難なレストランになるんではないかなという予感がします。ご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしもこの動画が気に入られたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またコメントもとっても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。